どうも、男中村です。皆様は清高泡立ち草コーヒーってご存知ですか？そんなの知るわけないですよね。だってないですから。それを今回作るんですけど、なんでそんなものを作ろうと思ったかと言いますとですね、先日猫じゃらしでコーヒーを作りました。その様子はこちらの動画をご覧ください。猫じゃらしのコーヒーが案外うまいこと言ったから、コーヒー豆以外の素材で作るコーヒーのことをいろいろ考えたんですよ。コーヒー豆以外の素材で作られたコーヒーといえば、まず代表的なのがタンポポコーヒーですね。タンポポの根っこを乾燥させて焼いて、それをコーヒーにするんですよ。またチコリコーヒーっていうのもあります。チコリというキク科の植物の根っこを同じようにコーヒーにしたものです。タンポポもキク科ですし、チコリもキク科なんですよ。ということは、キク科の清高泡立ち草の根っこもコーヒーになるんじゃないかなと思ったんですよ。清高泡立ち草の根っこでコーヒーを作ってみたいなと思ってたら、ちょっと鳥取県に行く用事がありまして、日本海駅伝っていう大会がありまして、それを応援するために鳥取県まで行ったんですよ。私が応援に行ったのは駅伝の第一中継所のすぐ近くの鳥取県倉吉市の東郷池のほとりです。そしたらそこにはこの通り清高泡立ち草の群生地があったんですよ。これは根っこを採取する絶好の機会です。もちろんこの機会を逃すわけがありません。せっせと引っこ抜きましたよ。もちろん応援が終わってから抜きましたよ。そしてこれだけ収穫して帰りました。まずは根っこを洗います。地上に出てた部分を切り落とします。収穫した時はハサミも何も持ってなくて、地上部分を適当なところで折っただけなんで、地上部分が中途半端に残ってたんですよ。このように地上部分は取り除きました。根をネットに入れて干しておきます。幸いにも天候に恵まれて1週間でパリパリに乾きました。根を細かく切ります。キッチンバサミで切るのには硬かったんで、園芸用のハサミに持ち替えました。だいたい細かくなりました。フライパンを熱していります。煙が出てきました。細い根っこは焦げて黒くなっているのに、太い根っこはあまり色が変わってません。要するに均等に火が通ってないんですよ。一旦バットに取り出します。太くて火が通ってない部分だけを取り出して、もう少し細かく切ります。またいります。これでも均等に火が通ってないようです。真っ黒な部分とそうでない部分があります。けどまあ、もうこの辺にしておきます。バットに入れて冷ましておきます。一応これが清高泡立ち草コーヒーです。清高泡立ち草にはアレロパシーといって、根っこから他の植物の生育を阻害する物質が出されてるんですよ。だから清高泡立ち草の根っこにはその成分が含まれています。その物質を調べてみると、シスデヒドロマトリカリアエステルという物質なんですよ。その物質は確かに他の植物の生育を阻害することが証明されています。それの人体への影響っていうのが気になったんですよ。せっかくコーヒーを作ってもそれが体に悪かったら意味がないですからね。そこで調べたんですけど、私がウェブで調べた限りでは、それの人体に対する影響っていうのは何も見つからなかったんです。誰も調べてないんですね、そんなこと。それでその物質に関してはよく分からずじまいだったんですけど、よく考えてみたらですね、タンポポにもアレロパシーがあるんですよ。西洋タンポポの異常な繁殖力はアレロパシーを抜きには考えられません。そのタンポポの根っこをタンポポコーヒーとして飲んでるんですからね。おまけにタンポポコーヒーは健康にいいって言われています。タンポポコーヒーのアレロパシーの物質を気にしなくていいんだったら、清高泡立ち草のアレロパシーの物質も気にしなくていいですよね。というわけで安心して清高泡立ち草コーヒーを飲もうと思います。コーヒーミルにとりあえず2杯分入れます。
引きます。コーヒー豆の時よりも回すのに抵抗がありますけど、ちゃんと粉になりました。ペーパードリップで入れます。最初は熱湯を少し注いで蒸らします。お湯を注ぎます。どう見てもコーヒーにしか見えませんね。匂いもコーヒーそっくりですよ。入りました。カップに注ぎます。清高泡立ちそうコーヒーができました。サーバーのコーヒーに牛乳を足して温めます。温まったんでマグカップに注ぎます。清高泡立ちそうラテができました。では飲んでみます。もう一口。コーヒーです。コーヒーによく似てますけど、後味にえぐみというか苦みがありますね。ものすごくえぐいです。これはきっとアクですね。清高泡立ちそうってものすごいアクが強いんですからね。もう一口飲んでみます。飲んだ瞬間はコーヒーによく似てるんですよ。っていうかもうタンポポコーヒーにそっくりです。それで飲み込んだら舌にものすごいえぐい苦みがきて、それがずっと舌に残るんですよ。口の中に入れたら最初コーヒーの感じがして感じはいいんですけど、飲み込んだらえぐい苦みが舌に残って、それがずっと残るんですよ。ラテの方も飲んでみますね。やっぱり牛乳でマイルドになってるんですけど、飲んだ後のえぐみはきますね。実はつい先ほどタンポポコーヒーの作り方について調べてみたんですよ。タンポポコーヒーっていうのは根っこを洗ってそれを細かくしてフードプロセッサーとかで本当に細かくしてそれを水にさらしてアク抜きをするんですよ。最初にアク抜きをしたものを乾燥させて焼いてコーヒーにするんですよ。私はアク抜きという工程をすっ飛ばして作ってしまいました。だからアクが強いコーヒーになったんや。つい先ほど調べたということはですね、今までろくに調べもせずに独自の方法でやってたんですよ。だって清高泡立ちそうコーヒーの作り方なんて調べてもどこにも載ってませんからね。けどタンポポコーヒーの作り方を調べておけばよかった。ここが盲点でした。でもきっと清高泡立ちそうコーヒーもアク抜きしてたらタンポポコーヒーと同じように美味しく飲めますよ。これはもう一回やり直さないといけないですね。でも私の行動範囲には清高泡立ちそうは生えてるんですけど、根っこを採取できるような状態のいいのがないんですよ。だから遠くまで取りに行かないといけないんですよ。また状態のいい清高泡立ちそうの根っこを収穫できたら今度こそはアク抜きをしてコーヒーを作ってまた動画アップしたいと思います。お楽しみにお待ちください。他にも清高泡立ちそうの食べ方の動画もありますんで、そちらも見てくださいね。また清高泡立ちそうあんパンの作り方っていう動画もありますんで、そちらも見てくださいね。このチャンネルではこんな感じでちょっと変わった料理の方法とかを週1回くらいのペースでアップしてます。今回の動画が面白いとかためになったって思ってくださった方は、いいねとチャンネル登録をお願いします。またブログ、ツイッター、インスタグラムもやってますんで、そちらもよろしくお願いします。ブログはもう10年以上やってまして、今までのこういった情報が全てブログで見れますんで、ものすごい情報量ですから、興味のある方は男中村で検索してみてくださいね。はい、今回は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。